皆さんこんにちは。ウキウキジャパニーズポッドキャストのお時間です。このチャンネルは日本語学習者さんに向けて、日本人の私がわかりやすい日本語でお話をするポッドキャストです。はい、皆さんいかがお過ごしですか？心も体も元気に過ごせているでしょうか？私はですね、先日実はヨーロッパに行ってきました。先日って言ってももう半年ぐらい前なんですけど、ヨーロッパのね、ネットフリックスではジブリの作品が見られるって皆さん知ってましたか？ジブリ、日本のね、すごく有名な映画シリーズなんですけど、これ日本の作品なのに、日本のネットフリックスではジブリ作品って見られないんですよ。だからね、ヨーロッパに行った時に、私はもうずっと見たいと思って見る機会がなかったとある映画を見ました。はい。それは、君たちはどう生きるか。はい。これをね、見てみました。皆さん、この映画知ってますか？これね、英語だと、The Boy and the Heron、少年とアオサギっていう名前になるみたいなんですね。なんか日本語のタイトルと全然違いますよね。なんでね、直訳しなかったのかなっていうふうに思います。意味全然違いますもんね。はい。まあね、とにかく、この話に戻るんですけど、この映画をね、見終わって感じたことなんですけど、多分、この物語が伝えたかったことっていうのは、過去にとらわれずに、自分がいいと思う未来を自分で開いていけ。未来は自分のものだよ。そういうメッセージだったんだと思うんですね。正解はわからないんですけど、私はそう受け取りました。見たことがある人、どう思いましたか？ぜひね、ちょっと意見を交換したいんですけど、正直ね、この映画を見た後は、何が伝えたいか、私にはちょっとよくわからなかったんですよ。これで終わりみたいな。でもね、この映画を作っている監督、宮崎駿さんっていう人は、本当にすごい人で、この偉大な人が、よくわからない映画を作るはずはないと思うんですね。だからもっと多分自分が気づけなかっただけで、多分もっと深い意味とかが込められてたんだと思うんですよ。だからこそ映画を見終わった後に、映画のね、タイトルである君たちはどう生きるか、っていう問いかけについて私は考えてみたんですよ。はい。どう生きるか。すごくね、壮大なテーマですよね。はい。でね、これを考えた時に、なんか私最近感じていることがあるなーって自分で気づいたんですよ。で、それが SNS が自分の人生を侵略しすぎているな、はい、っていうことですね。多分ね、この10年くらいで SNS ってすごい進化したんですよね。SNS を見れば地球のね、裏側にいる人の日常とかがオンラインでね、簡単に知れる、そういう時代になったんですよね。これってすごく面白いことだし、自分にいろんな可能性を与えてくれるものだと思うんですね。でも、それと同時に SNS にとらわれすぎている。例えば、暇があったらすぐ SNS を開いちゃってる自分とか、SNS で見かけたキラキラした人生を送っている人と自分の人生を比べてしまうとか、そういう機会も増えたなっていうふうに思ったんですよ。私は本当に今自分の人生を歩もうとしているかな、そういうふうに改めてね、考えたんですよね。今回の動画ではそういうどう生きるかっていうのを SNS 時代の今とね、照らし合わせてちょっと考えてお話をしてみようと思います。皆さんの中にもね、ちょっと SNS から離れたいなって思うことがある人もいると思うんですよ。ぜひね、私みたいに考えたことがある人は最後まで聞いてもらえたら嬉しいです。はい。SNS なんですけど、SNS が広まり始めた頃のことって皆さん覚えてますか？ね、10年くらい前だと思うんですけど、その頃って少なくとも私にとっては SNS イコール情報を入手するための手段だったんですよね。
私はね、もともと海外旅行がすごく好きで、海外にね、住むことも好きなんですけど、情報をね、SNS から取得するっていうこともすごく多かったんですよ。で、今でも多いです。でもね、そうやって情報を集めているうちに、なんかね、自分の人生よりも他人の人生ばかりを見ているような気分になる。そういう自分にね、気づいたんですよね。SNS ってすごくて、一生直接会うことのないであろうインフルエンサーとか知らない人たちのキラキラとした日常を毎日毎日見ることができるんですよね。スマホを開けばその先には世界中の人たちの人生が刻まれてるんですよ。だからこそ自分にとっての理想の生き方ってなんだろうってイメージしやすい時代になったなって思うんです。あれもいいなとか、これもいいな、こういう生き方がしてみたいなみたいな。そうやって想像するね、幅が広がった時代、かなというふうに思います。今まで20年前だったら知ることもなかったような人生を簡単に知れるようになったからこそ、自分の人生をね、他人の人生と比べてしまっているなっていうふうに思ったんですよね。そうやってね、私は本当はもっとこの人みたいに生きたいのにできてないなとか、そういうことを考えて落ち込んじゃったりするタイミングっていうのがあるんですよ。私にはね。今までだったら知ることもなかったから比較をして悲しむこともなかったんだろうけど、今たくさんのことを知れるからこそネガティブになる瞬間も増えてしまったかなというふうに思っているんです。でね、そんな時にたまたまね、体を動かすためにヨガを始めたんですよ。ヨガって皆さんやったことありますか？なんかやったことない人からするといろんなね、ちょっとスピリチュアルみたいなイメージもあるのかもしれないんですけど、今回は別にそういうスピリチュアルの話をするつもりはなくて、ちょっとだけね、ヨガについてお話をすると、ヨガってね、自分の今の呼吸とか体の状態に集中することが大切っていう風に言われてるんですね。よくね、ヨガをやらない人の理由として、例えば柔軟性がないからとか、うまくポーズができないからっていう風に言う人がいるんですけど、ヨガって実はそこは大切じゃないんですよ。だから周りのね、動きを気にして自分のポーズがうまくできてないなとか考えるんじゃなくて、あくまでね、今の自分の心と体の状態に向き合うっていうのがヨガなんですよ。だから周りを気にする必要はないんですね。で、私はこのヨガをやっている時に感じたのが、私はもっと今の自分を見てあげたいなっていうことを感じたんですよ。SNS にね、アップされているそういうキラキラした他人の人生を見て、目標としてね、ポジティブに捉えられるんだったら、それはすごくいいことだと思います。でもね、それを見ているうちに、今の自分の人生に集中できなくなって、今の自分の人生にすでにある幸せに気づけていないっていうのは、自分に対してすごく失礼なことだなっていうふうにね、ヨガを通して気づいたんですよね。実はね、以前の私は海外旅行の様子とか、そこでの暮らしとか、なんかそういうのを一生懸命にね、SNS にアップしていた時期があったんですよ。それもね、やっぱり誰かのためになったらいいなと思って情報発信とかもしてたんですけど、でもね、SNS ってやっぱり映えが必要なんですよね。映え。情報とかもやっぱり綺麗に可愛くとか見やすくとか、見る人にとって受ける情報かどうか、そういうところが結構大切になってくる世界だと思っていて、そういうのに気づき始めた私はいつしかね、SNS 映えのために行動をすることっていうのが増えたんですよ。このカフェでこれを撮影したいから行っとこうとか、この商品を買っておけば映えるから買っておこうとか。でもね、そうしているうちに、私は SNS の中で生きているんじゃないんだぞっていう風に思い始めたんですよ。
私の人生は SNS の中じゃなくて今ここにあるんだよなって。だからね、 SNS の中ばかり気にして自分の会ったことのないね他人の人生ばっかりを気にして生きてもね、それって自分の人生を歩んでいることにならないなっていうふうに思ったんですよ。だからね、私は以前運営していたその旅行系のアカウントをやめました。アカウント合計のねフォロワーさんで言ったらこのチャンネルよりも実は多かったんですけど、私にはねこの発信は合わないなって気づいたので自分のためにやめました。まあね、あとはそのチャンネルはねフォロワーさんが多くってもあんまりねコメントがつかなくて、あんまりやりがいがね感じられなかったというか、そういうのもやめた理由の一つではあるんですけど、やっぱり趣味のね旅行中に情報発信を意識しなきゃいけないっていうのに疲れてしまったっていうのが大きな理由ではありますね。 SNS の向こうにいる見えない人のためにね自分の人生を削って喜ばれているかどうかもわからないけど発信を続けるっていうのはやっぱり難しいことだなっていうふうに改めて気づきました。でね、そのアカウントをやめたんですよ。そしたらね、旅行中一気にもう目の前のことに集中して楽しめるようになったんですよね。今まではこれ撮影しなきゃとかこれ発信しなきゃとかそうやって思っていた部分があったんですけど、そうやって思っていた時の何倍も目の前の景色がね鮮やかになって本当にね正直びっくりしました。まあね、それっていうのは SNS のために記録しない代わりに自分の頭でこの瞬間を覚えていたいなっていう風にね考えるようになったんですよね。そしたらね、自分の人生にある綺麗なものっていうのがもっと鮮明に見えるようになっていったんですよね。私その時に思ったのが、同じ経験をしても何を見ようとしているかによって感じ方っていうのは変わるんだなっていうことなんですよ。人によってはね、もちろん SNS を生きがいにしている人っていうのもいると思うし、今の時代は SNS で稼ぐっていうことがね直結している時代でもあるから、お仕事として割り切れる人っていうのもいると思うんです。それは素晴らしいことだと思うし、正直羨ましいなとも思うんですけど、私はねやっぱり SNS の中の人生もいいけど、今目の前にある素敵なものにもっと気づける人生が楽しいなっていう風にそこで気づいたんですよ。 SNS ってね、あくまで人生を助けるものであるのがいいかなと私は思っていて、人生の中心にはしたくないなっていうふうに思ったんですね。だから私は SNS の中で生きているんじゃないんだぞっていうことをたまに思い出すようにしています。 SNS ってね、うまく付き合うことができればとっても心地いいものになるなっていうふうに思うんですよ。 SNS があるからこそ人生の幅が広がったりとか、知識が増えたりとか、可能性をね感じられたりするものだと思うんです。お金を稼ぐ手段にもなると思います。でも私は SNS のために生きるっていうようなことはあんまりね自分には合わないなと思っていて、私の場合はやっぱり SNS がなくても私はこれをやるかなって考えた上でやるなって思ったら、きっとそれは自分にとって本当に大切なことだから、そういうことをね見つけて選んでやっていきたいなっていうふうに今回の経験で学びました。どんな人でもねそうなんですけど、生きているのって SNS の中じゃないんですよね。この世なんですよね。それは私もそうだし皆さんもそうなんですよね。それを忘れて生きてしまうっていうのはちょっと怖いなとも思います。皆さんはねどうでしょうか。皆さんはどう生きていきたいですか？はい、ということで今回の動画では君たちはどう生きるかというテーマをね SNS 時代の今と重ねてね考えてお話をしてみました。皆さんは SNS とうまく付き合えていますか？まあね、この YouTube も実は SNS ですけど、
YouTube ってどっちかというと情報収集の要素がね強いかなと思います。さーって流し見をするっていうよりかはちゃんと見るとか聞くとか情報収集をするっていうものなので、私は自分自身は発信をするのも情報を得るのも相性がいい方の SNS だなって実は思っています。人によってはね、もしかしたら SNS とすごくうまくね付き合って SNS をコントロールして生きられていると思うし、私みたいにもうちょっとうまい付き合い方はないかなって思ったりすることもあると思います。SNS にね苦しむ必要っていうのはないと思うんですよ。だから私はちょっとね息苦しいなって思ったら目の前のことに集中をしたりとか、そういう風に意識をしています。ぜひね皆さんがこの動画をきっかけにどう生きたいかを改めて考えて今をね大切にしてもらえたら嬉しいなと思ってお話をしました。はい。ということでこういう動画がいいなと思ってくれた人はチャンネル登録といいねボタンとコメントで応援をよろしくお願いします。また次のエピソードでお会いしましょう。またねー。